寂しさや不安を感じることはありますか？なんかもう就職面接みたいになってる。ほぼほぼなんかフル装備のキャンピングカーみたいな。うわーこれだ窓がでかい。うわーもうなんかもうこの景色見ながらコーヒーとか入れたらもう。なんか繋がってるね。あ、いた。旅家さんだ。いたいたいた。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりです。一1年ぶりぐらいですかね。はい。これが3度目の使用。焼肉やって大丈夫かな。まあ、やろうやろう。大丈夫か。どうですかこれは。正確そうじゃないですか。あれ？肉は水。乾杯。乾杯。久しぶりの出会いに。さんは住みたいってなるんですよね。それの存在忘れてた。持っていこうって一番言ってたやあ、つ。すげえすげえ。わーすすごいすごい。ごい。でも一発だ。なんか火が出るべきじゃないところから出たかな。旅井さん。ありがとうございます。旅井さんの椅子めっちゃ良くね。ダイソン500円椅子とはちょっと違うね。違うわ。旅井さんの2代目の自作軽トラシェル、見せてください。いい。そういえば1台目も見ていただきましたね。はい。幅が広がってます。そうなんですよ。新しく法改正されたので、それに合わせて、まあギリギリってわけじゃないんですけど、若干10センチぐらいずつ幅を広げました。なんか前のやつは煽りの中に収まってましたけど、今回は煽りを外してはい。つけたっていうのが違いますよね。そうですね。もうそこが最大のポイントかなと思ってまして、やっぱり煽りの中に収めるってなると限界があるっていうのと、あと生活してて低床にしたいなっていう、床を低くしたいなっていうのがずっとあったので、床を低くするためにはどうしたらいいかっていうのを考えて、そこを一番重要視して設計しましたね。もう乗り込みやすさが全然違うんですよね。車中泊をずっとしてるとやっぱり気づく課題というか問題点だなと思ってたので、そこを解決したいと思ってこの設計にしてます。どうやって補修してるんですか？それはカポッとはまるようにちょっと周りを覆うような形で作ってあるっていう感じなんですけども、あとこっち側は、後ろ側は荷台の底に開いてる、元から開いてる穴を使ってるんですね。そうです。もともと開いてる4箇所、もともと荷台に穴が開いてるんですけど、その後ろの2箇所使ってるって感じですね。前の2箇所は使わなかった理由があるんですか？これ気になったんですけど、はい、これは雨水が入らないようにとかですか？そうです。まさにそうなんですよ。これあ低床にするために、あ、はい。これ実は床板をですね、直置き荷台にしてるんですよ。荷台に直置きしていて、はい、簡単なゴムマットで防水してるっていうレベルなんですよ。ああ、なるほなのでなるべく水がこの中に入らないようにっていう風な設計にしたいなと思って、でゴムマットでここから隙間から入ってこないように。はいはい。で、ここに垂れたら、あとはこの雨どいを伝って、そうです。こう落ちるっていうことですね。特に運転中にここからこう入ってくるかなと思うので、はい。そこが防げるようにっていう風になってあります。はいはいはい。幅は10プラス。はい。長さは確か15ぐらいかな。 15ぐらい。はい。高さはどんぐらいですか？一番高いところで240。あ、この前のやつそうでしたね。そうですこれ横になった向かってこう下がってくっていう感じだったんですけど、はい。これなんかやっぱデザインを考えた時に、ちょっと変わったデザインにしたいなと思って、雨すごいですね。雨が強まってきた。雨がやばい。すごいですけど。うわーこれだ。窓がでかい。
やばいこれいやスケスケじゃないですか。ほぼ全窓よこっち側のね、通称スケスケ窓です。スケスケ窓。これ何ですか？これつい最近つけたんですけど、はいこれが給排水のためのお入りお、ここ口出口からできるん給だ排。水窓っていうんですかね。これ給水タンクをここから出し入れしてそうですそうです。ここからこうビュッと出せれるようになっていて、これが給水タンクで、はい排水の方はここにホースがつながってるんですけど、はい今回初めて軽トラの荷台に穴を開けちゃいました。あー穴開いてるこれは排水タンクから出てきてそうです。こうコックではい。排水できるようになってるんですね。ついに車体に穴を開けてしまったおという。お後戻りできないです。そうなんですよ。なんかもうピアスを開けた気分です。ここは雨が落ちてこないように。そうですね。トタンで雨どいを作ってっていう感じですね。あーこの屋根の時点でもうちょっと2センチぐらい出っ張っててそうですね。入ってこないようにはい。なってるんですね。これ屋根は1枚でやってるんですか？で、3何枚かのボタンをこう敷いてあるっていう感じですね。へえ、ソーラーパネルがついてるんですねそう。なんです。もうこれもつい最近つけたんですけど、200の2枚。 200を2枚、はい。 400。はい。あ、結構な容量ですね。はい、はバッテリーを積んでるんですけど、ああ、なるほど。はい、でそこに繋いでっていう感じですね。あーエコフローの走行充電のはいはい。やつをつけてる。走行充電もつけてるんですか？はいじゃあ走行とソーラー充電はい、使えるんですね。そうなんです。すげえ完全自立型軽トラキャンピングカーを実現しましポータブル電源から電気を使うのはた。はい。この窓を通ってきてるんですか？下を通してあ配線を通して、あ、ここの荷台の穴から引き込んでるんですね。はい。なるほど。これ参考になる。参考になります。最近のポータブルバッテリーってあんまりそんなことなくなったんですけど、はいファンの音が結構うるさかったりはいはいするじゃないですか。はい。なので音が私すごく嫌だったので別室にこう映したいっていうはいはい。そういう設計でやってるっていう感じですね。ああ、なるほど。しかもポータブル電源がない分、こっち側の居住スペースがそうですね。広く使えますもんね。はいこの窓すごいっすね。この窓はですね、景色が見たいなと思って、はい1号機の時より多分はい4倍大きくしてるんです。思い切って。思い切って4倍大きくしてみたんですけど、はい。もうやっぱりこれね、バチッと景色がはまると車中泊が楽しめるっていう感じですね。ここの景色がもう完全に独り占め状態ですね。今日とか。今日もうちょっとそこから中から見てもらいたいんですけど、もう絵画を見てるようですよ。へえ。これガラスじゃないですか？これアクリルです。はあ、アクリルなんですね。い。キャンピングカーでよく使われてるそうですね。窓の素材はです。い、なので割れる心配とかがないっていう感じです。これは何ですか？これもつい最近ウィンドウエアコンを窓用のエアコンをここに設置したんですよ。はい。それの排気ですね。ああ、これ窓から見えるけど、これウィンドウエアコンがついてますね。これは何ですか？これは外部電源を引き込む用の、外部電源までついてるんですね。はい、一応引き込めるコンセントをやってるんですけど、一回も使ったことはないですね。ソーラー走行充電ついてたらそうそう枯渇することはないんですよね。あんまりこの車で電源サイト借りるとかはい。そういうことはあんまりないので、むしろ山の中に行くっていう感じなのであんまり使ってないですね。でもなんか長旅の時とかは使う機会がそうですね。出てくる可能性はありますよね。もしもの時にと思ってつけてあります。おーほぼほぼなんかフル装備のキャンピングカーみたいな装備になってますね。確かにそうですね。つけるべきものは全部つけたかなっていう感じかと思います。はい。これは何ですか？これもともと窓だったんですよ。ほう。一番最初窓つけていて、ここがこうギュッと開くようなへえなって。たんですけど、冬の間これ使ってたら、はいもうここからすごく冷気が入ってくるようになってしまって、あでよくよく考えたらこんなに窓いらないかなっていう。でもうそこ潰しちゃおうと思って、はい潰すことにして、でどうせ潰すならと思ってこうデザイン的にあ、なるほど可愛い。感じにしようと思って。こっちのドアが普通の木の色で、はいその色と合ってますね。そうですね。茶色黒茶色で。あ、もともとはじゃあこことあっち側のでっかい窓の2個あったってことです。そうなんです。ほぼなるほどなんか全部見えるっていう状態。おもろ。なんかでも旅江さんらしい気はする。ベース車は前と同じの
鈴木のキャリーですね。そうですね、鈴木キャリーですね。前回旅江さんが鈴木のキャリーっていうのを見て、僕も鈴木のキャリーにしました。そこからなんですか。はい、真似です。光栄でございます。なんか軽トラの界隈的には、はいハイゼットの方がメジャーな感じは後から分かったんですけど、そうですね。まあ多分軽トラの中で一番、はい、そのなんていうか人気というか玄人好みされるのは、はいサンバーなんですよ。あー、リアにエンジンがあるやつ。そうなんですよ。はい、もうフェラーリと言われてますね。農道のフェラーリ。いう感じで、最初の頃は私もよく知らずにはい、サンバー乗ってたんですけど、はいやっぱちょっと古くて調子が悪くなっちゃったんでキャリーに乗り換えたっていう感じでした。なるほど。じゃあちょっと入り口をはい見させてください。入り口ステップが気になる。はい、こういう風にへ引っ掛けられるようにしてまして、ー、はここからこう当てて、これい。で乗れるすげえ。あそこ乗っても大丈夫な強度になってるんですね。乗って大丈夫なようにしてやって。ちょっといいですか。おお。これとか何ですか。これこれあれです。自作？棚棚？をはい開け閉めするやつをすごい。逆向きにして、へえ。すげえアイディア。これは溶接したんですか。いえ、これも L アングルのホームセンターで売ってるやつですね、もともあ、こういうのが売ってるんですか。と。はい。それを羽ネジで止めてっていう感じですね。どうやって固定してるんですか。このこれネジではいもともとある穴の中にネジを入れ込んでっていう感じですね。元の穴があるんですね。はい。へえ。じゃあちょっと中に。うわー、これついにかわいい、おしゃれ。うわー、もうなんかもうおしゃれ。前回も秘密基地感すごかったけど、なんかそれがさらに広くて快適になった感じ。床を低くしたっておっしゃってたんですけど、見て、ほら、え直立できすごいます直立できてる。ほらほら。マジか。ドアもなんかこれ手作りですか。そうです。既製品とかではなくて、なんか貼り合わせてあるんですね。木にベニヤ貼ってっていう感じですね。で、壁紙を貼ってやるって感じですね。壁紙、あ、内側が壁紙なんですね。ああ、なるほど。で、これは番号でロックのできる。そうですね。これでガチョンと。あ、内側からはこれでできて、はい。外側からは番号で。番号で。セキュリティ万全ですね。え、これは何ですか。網戸です。網戸。網戸。なんで夏場とか暑かったらこっち側と、はいあとそっちの窓の方にも同じこういう網戸がついてるんで換気はめちゃくちゃできる。これ特注ですか。そうですね。オーダーメイドであ、オーダーメイドでそういうのあるんですね。サ意外ービスがと。安くやってくれました。へえ、お邪魔します。はい。どうぞどうぞ。引き出しがすごく使いやすそうで、ちゃんとやっぱりパカパカなんない対策がこれ見覚えあるぞ。ね、私らもボンゴで買ってたね。うんそういうの。ボンゴでこれとすごい似てるのを使ってました。カチャって皆さんそれ使います。ね、ここがパカパカなんない。走行中に開かないように。うん。デザインがあ、そう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 。カフェ板ですか。はい。次の足場板を加工したやつなんですけど、断面がこう角にカクカクってなって、連結しやすくなってるの。ああ、かませてあるみたいな感じ。ねセント。ここにコンセント。ね、その逆側にね、めっちゃコンセントがあるの。うわ、本当だ。これは助手席のエコフローから来てるんですね。壁紙が全面に貼ってある。そうですね。今までずっとベニヤをペンキで塗るっていう風にはいやってたんですけど、やっぱり生活してるとこのベニヤ感がクオリティオブライフを下げる。なるほど。QOL が下がるんですよ、ね。 QOL を上げるための壁紙。はい、QOL 上げるためにはどうしたらいいかって考えた結果、壁紙を貼ろうとおおいう。風な結論に至りまして。なるほど。あそこのテーブルのところにもコンセントありますね。そうですね。コンセントはもうかなり充実させてます。各四隅に全部あるっていう感じですね。たい焼きのあれは何ですか。かわいい。これはホットサンドメーカーのはたい焼きアタッチメントなんですけど、い。たい焼きのアタッチメント。そうなんです。おお。最近たい焼きにハマってまして、もう朝食はもっぱらたい焼きです。そうでしたっけ。あ、最近はそうなんですね。しかもなんかモニターが置いてある。うん。これ常設です。
そうなんです。常設でモニターつけてゲームとか動画とかが見れるように。うわー、これアームで動かせたりするんですか？はい、アームになってまして、手前側にこう動くように、多分ゴムが引っかかってるんで。ちょっと外してみますね、失礼します。あ、動いた動いた、すごい。すげえ。いろんな体勢でモニターを見れるんですね。そうですね。ゲームしたりとかで、その横に一酸化炭素警報器がしっかり設置されてて、あと二酸化炭素のチェッカーもつけて。へえ。今までは一酸化炭素の注意しかしてなかったんですけど、なんか二酸化炭素の対策どうしてるんですかみたいなコメントよくもらったんですけど、そういうのやっぱあるんですかね、危険が。私も全然気をつけてなかったんですけど、はい、チェッカーつけてみると意外とすぐ二酸化炭素って増えちゃうんですよ。あ、そうなんですか。なんで結構気をつけた方がいいなと思いました。じゃあ密室で2人で寝てたりしたら結構気をつけた方がいいですかね。それだけで結構あれですね、二酸化炭素増えますよ。そうなんだ。じゃあ俺ら競馬の時は気をつけた方がいいね。そのテーブルが動くようになってまして、あ、そう、左側が。動いた。なんなら使わない時取り外したりもできるってことですよ。そうですね。外用で使えたりとか、外で使ったりとか、はい。あとはそれをちょっと海子さんこう回れ右で持ったまま回れ右してみてください。それで置いて、ここに置くと、そこにもう椅子を置けば、あはいはい、ここです。すごい。あ、椅子置いてある。あ、でここでくつろぎ空間になると。窓も見えて、テーブルも広く使えて、でキッチングッズもすぐ手が届いてっていう。はいはい。これ洗い物もできるし、これ料理もできるし、食べれるし、でコンセントもそこにあるし、で寝るときはさっきのこっちにある状態に戻して、ここに敷いて寝ると。はい、元に戻すっていう感じです。小ネタなんですけど、このテーブルの形は軽キャンの外の肩流れの形に合わせて。あ、本当だ。軽キャンを横から見た感じだ。おしゃれ。で、こちら側にもしっかり吹っ飛び防止のやつがついてる。あ、固定できるってこと。へえ。引き出しの中見てもいいですか。あ、どうぞどうぞ。あまり綺麗になってない。じゃあ一回真ん中開けてみます。おお、ガスコンロ。結構でかい。引き出しがでかい。奥行きがちょっとあるんで。すごい、ほらこんなとこまであるよ。うわ、めっちゃ入る。めっちゃ入る。寸法ちゃんと測らずに作ったりしてるんで。引き出しって結構あれですよね。いや、僕もわかります。キャラバンのあれ作るとき歪んじゃって変になっちゃいます。歪んでっていう感じで。うわ、こっちのがもっとでかい。そこが一番大きいですね。食料、日用品入ってます。そうですね。消耗品とか、ティッシュとかそういうのを入れてるって感じです。あ、これがたい焼きプレートの。そうです。はい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 。これですね。おお。それでたい焼きを作って朝飯にすると、一通りの車中泊に必要そうなものは大体収まりそうですね。ここのシンクとかもすごい使いやすそうだもん。シンクとなんかその洗った後のものを置く乾燥剤もあるんですね。そうなんです。なんかもう家感がすごい。私割と料理するので、料理の流れがこうスムーズにできるっていう形が一番大事だなと思ってるので。開けてコンロ出して作って洗って干す。そうですそうです。でここはシンクがあって給排水タンクが下にあると。11リッターの給排水がそれぞれついてるって感じです。11リットルずつですね。キャンピング要件も満たしそうな大きさですね。もしかしたら10リットル10リットルなんで、そうですね、キャンピングだといけるかもですね。でここが開いて、前とそうですね、前の席とやり取りができるっていうところになってます。おお、あ、開けっぱなしになってる。おお、もう向こうの世界。ちょっと財布取りたいなとか、ちょっと何か取りたいな、仕入れができるってことです。社外品の窓がついてるって感じですね。社外品なんですよこれは、ここがこの開け閉めできるのは。そうですね。これできるできないでだいぶもう全然違いますよね、絶対ね。正直私も2台目キャリーにしたのはこの社外品の窓があるからっていうのも一つの要因だったりします。これつけたい。クーラーでなんかリモコンなんかもあるんですねこれ。そうですね。普通の家庭で使
使える窓用クーラーを設置しまして、はい12ボルトとか家庭用とかいろいろ悩んだんですけど、はい。軽トラキャンピングカーだとこのぐらい簡単なのがいいのかなっていうところでこれにしました。室外機と室内機は一体型ってことですね。そうですね、一体型になってます。でウィンドウエアコンって一番課題になるのが騒音なんですけど、はい。だいたいこれ52、3とか51.55ぐらいのデシベルで済んでるので、割とウィンドウエアコンの中では騒音性に優れたやつを取り付けたっていう感じですね。うんうん。機器はどうですか？機器はもうめちゃくちゃいいです。あ、めちゃくちゃいいですか？いいんだ。へだいたい600ワットとかはい毎回消費するんですけど、もーはい。うそれで1時間つけてもうここキンキンに冷えてるって感じですね。おお、なんか設置の楽さとその機器の良さって考えるといいですね。そうですね。やっぱり12ボルトって専門知識必要ですし、そうそう配線も結構大変ですし、あとつけた後こう音が結構うるさいじゃないですか。ないですね。特に私音が気になるタイプなので、はい。その辺もちょっと考慮して、これをしたって感じですね。ああ、これは換気扇ですか？そうです。おそらくトイレとかに使うような換気扇なんですけど、スイッチを入れるとそこがパカッと開いてつくっていうような感じですね。外側から見るとこうなってると。一番最初は蓋のついてないタイプの換気扇つけてたんですけども、はい。長距離走っていたらそこから雨水とか雪が入ってきちゃって、ああ、なるほど。はい、室内がびちゃびちゃになったっていうことがあったので、この蓋が閉まるようになってるんです。蓋が閉まるタイプのやつに変えたっていう感じですね。はあここにはスイッチがあるので、ふみこさんよかったらそこスイッチ入れてみてもらえますかね。はい。入れます。あ。なんか蓋が開くって。へえ。ポチ。おあ、いったー。そう開くんだ。こう怖いだと思ってた。逆みたい。動いてる。なる、これでうん使う時だけ開けて、走る時は閉められる。やっぱこの辺も海外のものっていうより日本製のものっていう風にした方がやっぱり静かで静音性が優れてるなっていう感じでしたね。うん、確かに静か。換気扇つけてんのすごいな。なかなかそこまで作る時頭回らないっすね。あ、でもボンゴはつけたか一応。つけたね。うん、ルーフにね。あそこで固定してるんですね、鳥居と。あ、そうですそうです。あ、ここだ。それ。はい、で、もう一個がこの温度計の裏ですか。そうです。こういう風に止まってますね。ここガチャとかやってみてもいいですか。どうぞどうぞ。振り込まないで。いいんですか。あ、開いた。おお。あ、来た。かけていった。おお。あー、めっちゃ気持ちいい。この景色見ながらコーヒーとか入れたらもう最高です。完璧っすね。はい。で、このシェードもあるんですね。ブラインドみたいな。そうですね。これハニカムスクリーンっていうやつで、ハニカムスクリーン。中が空洞になってるんですよ。へえ。ここがなんかすごいコツがいるんです。ポワンポワンしてる。ってことは断熱性そうです。があると。断熱性がすごくあって、なんか至れり尽くせるやん。前回の1号機の方もあれもう感動したけど上回ってきた。超えてきた。前回の動画で最高峰って書いたけど、こっちの方が最高峰かもしれない。そうだね。どうですか、違いは。こっちの方がいいですか。1号機のはい不満なところとかを全部解消したっていう感じだったので、お2お号。機は快適ですね。具体的に言うとどういうところですかね。やっぱり車内で立てるっていうところが、高さがはい高くなってるんだ。高さがあるっていうところがまず一はいは番大きいなっていうのと、いはい。あとその広さを確保できたっていうのがあ大きいですね。あ、煽り取ってそうですね。床を低くして全てが広くなってる。はいこれの制作期間とはい。費用って聞いてもいいですか。費用は公開してないんですけど、はい。制作期間は3ヶ月ぐらいですかね。私は1週間でできるかなと思って3ヶ月かけました。それは面白い。おかしいなと思って、あ、できないなと思いながら3ヶ月かけました。DIY あるあるですよね。はい。もうね、1回作ったんで、もう作るの簡単だぞと思ってたんですけど、全然できませんでした。それでも3ヶ月か。はい俺こんな雨の中テント撤収するの初めてだ。やろう。軽トラの荷台の強みだよ。なんということだ。ほら。はい。切実。よし、完了。ありがとうございました。
りがとうございましたありがとうございました。片付けまで手伝っていただいて。とんでもないです。本当片付けまで手伝ってもらってしまった。じゃあチャット GPT 質問。そうはい一番キャシュー博を始めたきっかけを教えてください。実はノープランです。ノープランで始めまして、もともと軽トラキャンピングカーを作るっていう YouTube を始めるっていうのが一番最初の目的だったんですよ。出来上がったら、まあ、キャンプすればいいかなっていうふうに思ってチャンネルを始めたんですよね。で始めてみたらなんかこう車中泊という世界があるらしい。後からその車中泊ワールドを知るんですよ。そこからいろいろ知って調べていっていろんな YouTuber さんとか見て、あ、車中泊って自分でも時々は違う車でしてたりすることもあったんですけど、やってみたいな。あったんですね。やってました。ええ。昔普通の車で車中泊するっていう動画を出してたんですけあ全然イメージがない。ど、もうほんとプライベートで銀マットをこう窓の形にうーん。目隠しにしてみたいなのをやったりとかして動画関係なくやってる時がそういえばあったなっていうのを自分で思い出して、あ、それ確かに面白かったなっていうのを思い出して、もうせっかく軽トラキャンピングカー作ってるんで車中泊動画をしていこうと思って始めたっていうのが車中泊のきっかけですね。次の質問はね、今までで一番印象に残ってる車中泊場所教えてください。あ、でもありますね、1個。新潟に軽トラで初めて長距離旅に行ったことがあったんですよ。はい。その時に山奥の道端に車中泊したんですよ。本当に山の方で何にもないとこだったんですよ。で電波もなくて、こんなとこ大丈夫かなと思いながら車中泊したことがあったんですけど、そこで本当に山なのに遠くの方に海が見えたんですよ。おお。海が見えて、その海が見えるっていうのがなんかすごく感動しちゃって、あ、山なのに海が見えたと思って、特に海なし県人なので、海にすごく感動したっていうのを覚えてますね。思いがけない海。めっちゃ気になる。トラブルとかハプニングとかって印象深いのあります？ありがちなトラブルというか、はいガス欠になったことがあって、やばい。それはやばい。俺らでもないな、それは。まだ。もう本当に山の中でガソリンがない。ナビで調べてみると40キロ先にしかガソリンスタンドがありませんっていうのがあって、でもメモリも1ミリ1個しか残ってないみたいな時で一か八か見つけたガソリンスタンドに向かったんですよ。たどり着いたら土日で休みだったんですよ。土日で休みで、それでもうそっからガソリンスタンドはどこにもなくて、どこにも行けんぞと。でまだガソリンがギリギリ残ってたんですけど、もう今は動かない方がいいなと思って、それで JAF 呼んで JAF の方にガソリン入れていただいたみたいなのがあって、 JAF の方も来るのに1時間ぐらいかかりますみたいなところで、うわそれはちょっと初めてのちょっとトラブルというか大変だった時ですよね。営業開始まで待つわけにもいかないですよ。あー確かに。ダメ元で電話したんですよ。ガソリンスタンドについて閉まってるって見て電話したら、ガラス張りで誰もいないところで電話だけ鳴ってるっていうのを見て絶望しましたあ、これはどう誰も出ないぞっていうのが分かって、そんなことがありました。軽トラキャンピングカー製作で一番苦労した工程は何ですか？全部全部か。車中泊用の家を作る上で絶対に譲れないポイントはありますか？難しい。今回の2号機に関しては床の高さです。お床の高さをとにかく低くしたいっていう思いがあったので、はい低くなるような設計を心がけました。今の仕様にしてからもっとこうしておけばよかったって感じる点はありますか？かなり少ないですね。かなり完成形に近いなっていうふうには思っていたりしますが、はい。強いてっていう話で言うと窓をでかくしすぎたなんでこんなに窓大きいのって多分みんな思ってると思うんですけど、僕も思いました軽トラを選んだ理由は普通車ではなく軽トラにこだわった背景が知りたいです。軽トラってなんか魅力があるんですよ。コンパクトで自分サイズでちょっとタフで、その魅力ってすごくあると思っていて、かつ自分で持っていたっていうのも大きかったかなと思います。自然の中で過ごす時間が心にどんな影響を与えてくれましたか？なんか深い質問になってきた。自然の中にいることの方が私にとっては自然だなと思ってたりします。なるほど。まあ田舎育ちなので都市部にいるとか街の中にいるっていうことの方が自分の中には生きづらさだったり違和感みたいなものが多いのかなっていうふうに思います。
自然の中にいたいと思うからこそ今こうやっているのかなと思います。旅中に寂しさや不安を感じることはありますか？どう乗り越えてきましたか？なんかもう就職面接みたいになってる。多分寂しさも不安もあるんです、あるんですけど、それをしに行ってるんだろうなと思います。なるほど。確かに一人でわざわざ山奥に車中泊しに行くのってそういうことだ。それが楽しいとか、それをしたいからこそ言ってるんだと思います。そこに魅力がないとかいう前提に立つ質問だと、なんかそこに違和感があります。撮影や編集で特にこだわっていることはありますか？間です。おお。はい、言葉で説明するとか映像で説明するとかいう間にある間みたいなものをすごく意識してます。直接的には表現しないんですけども、そこで言いたいことは表現したいなっていうふうに思ったりします。見方が変わるかもしれないですね、旅江さんの動画の。間を見ていただけたら、はい。行間を読んでいただけたら。なるほど。反響が大きかった動画や意外と人気だったエピソードは？一番再生をいただいた動画っていうのが、冬のちょっと手前の寒かった日の何でもない日の動画だったんです。自分でこれはヒットするかなと思う動画って長くやってるとなんとなくあるんですけども、そうではない何気ない冬一歩手前の動画っていうのが1000万回再生されてたりします。なんでだろうって教えてほしい。教えてほしい。それすごいね。ああ、すごい。旅する家の物語というチャンネル名に込めた意味を教えてください。旅する家の物語っていうのは車中泊をするチャンネルなんですけども、それを直接的に伝えるんではなく、その文字を見た時に何か物語性だとかストーリー性を感じてほしいなというふうに思って、旅する家というのがもうまさにこの軽トラの家なんですけども、家って拠点だと思うんですね。その拠点から何メーター離れたかとか、どのぐらい移動したかみたいなことが常旅ってそういうもんだと思うんですが、その拠点自体が動くことで自分の人生がもっと自由になったりとか、不自由から解放されるんじゃないかなというふうに思って、旅する家というふうなものを考えて、でその物語だから旅する家の物語かなというふうにチャンネル名を考えました。おお、なんかだんだん深い話すごいになってきましたね。面白い。今後挑戦したい旅や次に作りたい家のアイディアはありますか？やってみたい旅は1週間とか1ヶ月とか長距離旅の何泊にもわたる旅をしてみたいなっていうふうに思ってます。基本私はその1泊とか2泊とかそのぐらいでさっと行ってさっと帰れるっていう旅をメインにやってるんですけども、もっと遠くですね、北海道とか沖縄とかなんか離島とかそういうところで長く腰を据えて車中泊するみたいな旅をしてみたいなと思ったりします。あとは既製品の古いキャンピングカーとかを買ってそれを自分用にカスタマイズするみたいなことをしてみたいなと思ってまして、というのも私ってこう全部自分で作るっていうことをやってるんですけども、作った人のものをいじるっていうのもまた楽しいなっていうふうに思ったりします。作られた意図だとかその人がどういうふうなことを考えてるのかとかそういうのを考えるのがすごく楽しいなというふうに思って、そこに自分の色をつけていく、味をつけていくっていうのがまたなんか面白いリメイクとかリユースみたいな形になるんじゃないかなと思ってたりするので、そんなキャンピングカー作りみたいなのをしてみたいなと思ってます。いいですね。いい。じゃあ最後、これから車中泊を始めたい人に一番伝えたいことは何ですか？皆さん自身の何かこうやりたいことをやるのが車中泊なんじゃないかなと思います。もっと自由なものだと思いますので、やりたいことをやるっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますので、今世の中に出てる車中泊とはこれだみたいな手概念にとらわれずに楽しんでいただけたらなと思います。おー、すげえ、ありがとうございます。